それは、天と地の境がまだ曖昧であった古海原に漂うかのごとく三つの世界があった。一つは神々の住まう高間ヶ原。一つは死者の住む黄泉。その二つの世界の中間に芦原の中津国。神は三人の子を授かった。そして神はこの三人の子らにそれぞれの使命を与えた。アマテラスには高間ヶ原を、つくよみには夜の世界を、スサノオには海原を治めようと。しかし末帝のスサノオは使命を果たそうとしなかった。若さゆえか、母を失った悲しみか。荒ぶる心に歯止めは効かず、アマテラスの怒りを買ったスサノオはついに高間ヶ原を追放され、芦原の中津国へと落とされた。それは天×流星に見えたことだろう。しかしよもやその流星が悲しみを背負うものだと誰が気づこうか。彼の喉は砂漠の砂ほど乾ききってはいなかったが、蛇の鱗ほど潤ってもいなかった。すると川向こうの森より太鼓の音が聞こえてきた。その炎は怒りと憎しみを得て怪しく光り、その踊りは狂気に満ちていた。なぜ泣いているのだ？この祭りは何だ？その夜、人々集いて訳を話す。私は大山積の子芦名槌、我が妻は手名槌と言います。これにあるは我が娘櫛稲田姫、たった一人の娘にございます。その姿に一目心を奪われた。私たちには8人の娘がおりました。皆それは可愛く、まさしく私ども夫婦の生きがい。娘たちの成長と自らの老いの狭間に、私たちは大きな幸せを見ていたのです。しかし、ある時、恐ろしい魔獣が川を登ってやってきたのです。たちまちに私どもの土地はその魔獣に飲まれてしまいました。その時私は初めて魔獣の目を見ました。あの憎悪に満ちた恐ろしい目。私は息をする間も与えられず、娘を連れ去られてしまった。そして娘を毎年一人ずつ殺しに来るのです。一人、また一人。残るのは、この櫛稲田姫一人。その魔獣はどのようなものだ？はい。その魔獣は、邪神ヤマタノオロチ。
8つの頭と8本の尾を持つ大蛇にございます。目はほおずきのように赤く、背中には苔や木が生え、その大きさたるや8つの谷、8つの峰にまたがる恐ろしい怪物。いかなる屈強な戦人も、その魔力には歯が立ちませなんだ。気づいてみれば屍の山。戦人は一人もいなくなってしまいました。我々はあまりにも無駄に兵力を費やした。そしていつしか私たちは恐れのあまり、年端もいかぬ子らをオロチに差し出すことを始めたのです。なんということを。その魔像はもう必要あるまい。私がヤマタノオロチを打ち倒そう。おやめなされ。未だ生きて戻った者は一人としておりませなんだ。起きなよ。泣くな。戦わねば試練に打ち勝つことはできまい。あなた様は一体どなたなのですか。我の名は、スサノオ。なんと、あなた様はアマテラス大神の弟君。必ずや討ち取ってみせよう。だがそのためには皆の助けが必要だ。力を貸してくれるな。しかしどのようにして。まずは強大なヤマタノオロチの力を奪うことだった。そこで7回絞った強い酒、ヤシオリの酒が作られた。ひとたび口にすれば5体が炎に包まれるほどのこの酒は魔獣の魔力を奪い、同時に己の邪念をも浄化した。それは視界に収まらないほどの大亀に満たされ、大亀は全部で8つ用意された。皆で力を合わせ、大亀の前に同じく8つの門が建てられた。ヤマタノオロチと来襲を見届けたスサノオは里へ戻り、クシーナダ姫に術をかけた。術により、姫は小さな櫛となった。こうして紙に刺しておけば、オロチに気づかれまい。そして再び走った。スサノオ様、なぜそんなに親身になってくださるのですか。私はかつて与えられた天命を果たすことなく放棄した。しかし運命とはまた自らが選ばなければいけないということを知ったのです。
くぐると、目の前にあった大亀の中の酒をごくり、ごくりと音を立てて飲み始めた。やがて、大蛇の体に酔いが行き届いた頃、スサノオが口を開いた。我の合図で門を閉じよ。スサノオ様。それいけー、今だ。答えよ魔獣。お前は何者だ？世は憎しみ、怒り、悲しみ、あまた最悪の頂点に座する者なり。何故に人を襲うか。憎悪に包まれた者は操りやすい。世はそれらを操り、中津国を我が最悪の王国とするのだ。猿がいい、邪神ヤマタノオロチ。ここはお前のいる場所ではない。世の肉体は朽ち果てようとも抹殺することかなわず。なぜなら世はお前たちと一体、お前たちそのものなのだ。ならば我らはまたお前と戦おう。千年の後も、未来永劫。たあ！オロチはバラバラにされたが、その体内より一本の剣が現れた。雨の村雲の剣、後に草薙の剣と呼ばれるようになる。スサノオはこの剣を一目見て普通の剣ではないと思い、これをアマテラスに献上した。アマテラスの怒りは去った。空は今までになく輝き、その輝きは新しい時代の夜明けを告げていた。アマテラスの下で、スサノオとクシイナダ姫は結ばれた。こうしてスサノオはこの大地を司ることになった。後に出雲の国は菅の地に宮殿を建てる折、スサノオはこんな歌を詠んでいる。役も立つ、出雲八重垣つまごみに、八重垣作るその八重垣を。これは歴史上初めての和歌である。愛する妻を守っていく決意か、それともこの白くも立つ美しい地を、再び姿を現すであろうヤマタノオロチから八重の防壁にて備えようと警鐘を鳴らしたか。その真意は今となっては誰にもわからない。その後、彼の子孫を繁栄し、様々な冒険をするのだが、それはまた別の夕べに語るとしよう。ひとまず今宵はおやすみなされ。